にちは。今回は筋肉マンパーフェクトオリジン編第8話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。何十年ぶりに震えたわ。スグルの試合が見たかったのよ。すごく良かったわ。ピンチも慌てずに風林火山だぜ。正統派強豪超人とも色物超人ともいい試合できるスグルは本当にすごいな。毎回ガラガラを買ってきてあやして眠らせる武道をアニメで見たいです。どうかやってください。ピークアブって48の殺人技使えるし、割と強い方だよね。カーメンなら勝てそうなピークアブ。ピークアブよりもターボメンの方が安定して強そう。ステカセキングとはいい勝負をしそう。学習が超スピードって能力は悪魔超人相手だとどうなってたのかは気になる。ピークはスプリングマンと戦ってもスプリングマンに通じる技を学習できないだろうし、デビルトムボーイを食らって負けだと思う。ナノ学習するに決まってんだろ。ピークからおかい骨術体をバラバラにすればいいってな。ピークは師匠が力だよな。肉みたいに丁寧に教えながら戦ってくれる超人とかと当たらないと瞬殺されるだけ。まあそこは分かってるから筋肉マンに当てたわけだし、相性ある時点で完璧じゃないだろとは思うが、最初は本当にど素人超人なんだからな。殺意全開で最初から来られたらなすすべもなく殺されるだけだよな。ピーク赤ちゃんマン、戦いが終わるたびにリセットされてその都度一から学習し直すのか。大体やってる。ピークアブは練習相手にはいいな。戦っている間に自分と同等以上の強さになるわけだし。ピーカブーの声優せこいの五条くんかよ。6を9にの説得力よ。あれどっちかっていうと8だよなぁと読んだ時から思ってた。ひっくり返したら同じ形だし。6をひっくり返すと9になるというのは落ち着いて考えるとそれがどうした感ある。アシュラマンの稲妻落としの時の8の例えの方が分かりやすい。8を横に倒して無限大懐かしい。ピークの藤子エイミが減ってて残念。顔の両脇の編み掛けがなくなったからかな。藤子エイ顔で成人体格のピークアブはキモかった。スグルの作画が変だったな。観客も近くて多いから神なのが目立つ。国技館の構造がアニメ向きじゃないのかな。作画の崩れを気にしてたらアニメ見れんぞ。限られた予算内でブラックなスケジュールで作ってるんだから。今回はタワーブリッジのシーンで力使ってしまったからな。バトルアニメは予算がかかるからな。このシリーズなんてほぼ試合だから大変だと思う。筋肉マンだけにヤグ時代や旧アニメのノリを引き吸ってるの違和感あるな。確かにアルファベットの愛が牛や豚の骨というのはとってもシリアスな展開だったな。ダルメシマンはあれでもパーフェクト超人としてストイックに修行してたろうから、まさか自分が未だに犬の本能に惑わされるなんて自覚してなかったんだよ。早くスプリングマンとバッファローマンのタッグ戦が見たい。正直ピークアブー戦の後は惰性で読んでた。悪魔なんか応援してたらろくな大人にならねえぞ。ピーク戦好きだけどな。いい復帰戦だと思うよ。途中やや強引だったけど、勝ち筋作ってからの展開はさすがベテランやねって感があったよな。スグルの戦いは割り取りで組まれてる感じある。ちょっとメタな言い方にはなるが、だってテリーだったらカーフブランディング出すまでもなく勝ってる相手だしな。というか律儀にバブーに付き合うのスグルだけか。筋肉マンは付き合いすぎだけど、さすがに普通の相手には対応できるくらいの速度で成長するだろう。筋肉超人に対応できるかどうかは疑問だけどな。逆にエボリューションマウスピースをラーニングするピークアブー見てみたいわ。神谷さんのカメハメ師匠がすごく良かった。まゆみよりも師匠の方がしっくりきてると思ったな。ポワルくんの父親がとどめを刺されようとするアトランティスの姿を子供に見せないように、ポワルくんを抱きしめる描写がちゃんと再現されてて嬉しかったね。まゆみはすぐるすぎて、もうお前が筋肉マンやれよって感じになるのが。前も誰かが言ってたけど、まゆみがすぐるって発言すると脳がバグるんよね。お前がすぐるじゃいみたいな。
アトランティスのタワーブリッジ、一撃で倒すとかロビンよりすごくないか。アトランティス格好良かったわ。少しうるっときた。アトランティスがガキンチョに声かけたとこで泣いた。タワーブリッジに水から出てきたとこの横顔が、漫画の仮面ライダーみたいなかっこよさがあったわ。タワーブリッジが開いて技の形になると同時にアトランティスがタワーブリッジを決める。いいやん。本当に朝日にきらめく橋が綺麗だったな。エンディングの最後に毎回セリフが入ってるけど、今回何て言ってた？タワーブリッジってロンドン橋を破壊する技だと思ってたけど、海峡を表してたのかと初めて知った。アトランティスは卑怯なイメージしかなかったけど、悪魔超人の中でもなかなかすごい技師だったんだなと。マーリンマン後ろから串刺しにしたのに、そこからなんで逆転負けすんだってなるのはわかる。心臓を貫かれてるのにどうして動けるんだ。お前らにはわからないパワーがあるんだ。おう、人間のジェロニモだって地獄のピラミッドで心臓を貫かれても生きてるどころかそのまま戦うし、貫かれた穴に手を突っ込んでセルフで心臓マッサージできるからな。わからんやつにはわからん謎のパワーがあるんだよ。武道、あそこまで追い詰めて逆転負けするなどラージナンバーズを名乗っていたことを恥じろ。マーリン、急所を差し貫いてるのにどうしろと。フォールして3カウント奪わないと。マーリンマンが強者を倒してやったぞ。なぜ称えない完璧な存在を見ると萎縮するのか。とロンドン市民らを煽っていたのはなんか半分くらいは本音だったような気もする。アトランティス、あんた最高だったぜ。お前、アトランティス大陸の生き残りだったんかい。ハイキャッチ。カーメンも子供の声援があれば。観客と一緒に上げていく感じが良いな。ロビンの技を使ったことに不快感はなかったんだな。むしろ心を動かした。アトランティス vs マーリンマン決着。激アツベストバウト。いつの間にかアトランティスを応援してた自分はろくでもない大人だったんだな。ナイスだったぞアトランティス。ろくな大人にならねえぞがかっこよすぎる。嫌われのダークヒーローが少年と心通わせてリスペクトしていたかつての敵の技で、ドラマは古典的ではあるものの映像に込められた熱量に思わず釘付け。無気力主人公作品が多い昨今ゆえにこういうのがしみる。原作でも思ったけど、対戦相手に敬意を持って誇りに感じてるアトランティスと、対戦相手は愚か、観客にも敬意を持ってないマーリンマンとの対比が良かった。後原作にない時差のおかげで、朝日に映るタワーブリッジが最高にかっこいい。タワーブリッジ来ちゃう。マーリンマン勝利かと思わせての大逆転。まさにロビンマスク戦を彷彿させるフィニッシュが憎い。しかもこの時すでに鍛えてるとか、アトランティスさん主人公すぎるでしょ。テムズ川、タワーブリッジ、昇る朝日の構図が美しい。まがうことなき名勝負。アトランティス、朝日と共に浮かぶタワーブリッジ。まるで追悼の鐘のようなゴング。見せるなあ。そして我らが筋肉マンの試合。と思ったらピークが怖いよ。次週の展開が楽しみ。ここからアトランティスの反撃する根性よ。そしてタワーブリッジを決めるシーン。泣ける。スプリングマンさすがぶれないな。ストロングザブドウ、余裕あるな。ついに主役筋肉マン戦。この吸収だけでなく応用、発展させてくるのが脅威。相手のファイトスタイルを学習して次の一手を予測どころか、知らない技を即興で掛け返せるところが、ただのコピータイプの敵じゃない成長超人。ピークアブすごいいいキャラしてるわ。石毛翔也さんの演技にピークの無垢な感じが出ててよかったな。しかし筋肉マン、こうして見るとピークアブ相手に余裕ぶっこきすぎて学習を許してしまった感がある気も。やっと筋肉マン出てきたけど、アイドル超人たちの活躍は一気だとなさそうだな。反面、試合だらけになりそうな2期が楽しみだけど、ほんとどこまでやってくれるんだろ。60巻までは絶対やってほしい。来週でピーク戦終わるか。もう終わりが近いけど、ここまでマジで出来が良いから、このまま続けて2クール目見たくなるよな。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、
考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。